宮脇さくらの名言集、桜の凄さは思想にある。クラマインドから人生を真似れば心も体も元気になれるかも。ルセラフィムの中で最年長であり、いつもメンバーを引っ張っている桜は、その成熟したメンタルがたびたび話題になります。桜は HKT48 時代を含めると10年以上のアイドル経験があり、そのプロ意識の高さからファンには宮脇プロと呼ばれることも。そして桜は今までつい見習いたくなるような名言の数々を残しています。というわけで今回はそんな宮脇プロから学ぶクラマインドについてまとめていきたいと思います。昨年8月、ルセラフィムの公式 YouTube にてメンバーのプロフィールを作成するという企画の自主バラエティが公開されました。プロフィールに精神年齢という欄があり、メンバー同士でお互いの精神年齢を議論し合うことに。まずリーダーのチェウォンの精神年齢は話し合いの結果8歳に。もうすでにこのトーク危ない方向に行く予感が漂っています。続いてウンチェは年相応の18歳、カズハは5歳、ユンジンは8歳、マンネがだいぶお姉さんという構成。そして肝心な桜の精神年齢はなんと65歳という結果に、普段から行動を共にするメンバーたちからも桜の成熟したメンタルは周知の事実のよう。そんな精神年齢65歳のクラマインドとは、まず桜が考える勉強の本質について学んでみましょう。桜とウンチェがライブ配信を行っている時のこと。試験を控えたファンからマークシートの答えは何番にすればいいというコメントが届きました。これに対して桜は普通に正解の番号を選べばいいのではと INTP らしさ全開の返答。ウンチェはみんな勉強しないから正解がわからないんだよと補足をします。ここから勉強の話題となり、勉強は努力がそのまま結果に出るし、才能がなくてもできるようになると語る桜。しかしウンチェは普段使わないのに勉強する意味がわからないと返します。これを聞いた桜は試験の時には目標を立てて効率的に勉強をしていかなければならない。どうやって目標を達成すればいいか、その過程を学んでいるんだよと持論を展開しました。この完璧すぎる桜の考え方にはウンチェも思わず笑ってしまうほどで、世界中のファンからも称賛の声が上がりました。勉強の本質について語った桜でしたが、桜本人も韓国デビューのために韓国語を習得したという実体験があります。もともと一切韓国語を話すことができなかったものの、今では韓国語の本を読んだり、字幕なしでドラマを見ることができるほどだといいます。言語学習について桜は、もともと会話できなかった人たちと喋れるようになったり、いろいろな考えや文化を知ったりできることがすごく面白いと語っています。そしてさらに、言語の勉強はできない人はいない。時間と環境と覚悟さえあれば誰にでもできると続けました。現在は英語の勉強にも励んでいるそうで、言葉だけじゃなく常に行動する姿勢がかっこよすぎます。こんなに美しくて秀才な宮脇さくら、無敵すぎる。しかし桜は歴の長いアイドル人生の中で幾度とアンチにメンタルを脅かされてきました。去年末頃から炎上が続いたルセラフィム。最近では宿舎の部屋割りが変更になり、ウンチェと桜がルームメイトになったそうなのですが、ひどく炎上したウンチのメンタルケアを桜にしてもらうためではないかと噂が飛び交っていました。一体どんなメンタルコントロールをして桜はアンチに屈さずに表に立ち続けることができるのでしょうか。そのことを語ったのは昨年3月、桜がホストを務めるウェブバラエティ番組怖いもの知らず蔵に声優のナムドヒョンがゲスト出演した時のこと。番組内で桜はアンチや誹謗中傷に対する考えを語り、その成熟したメンタルと価値観が話題を呼びました。番組後半、桜はナムドヒョンに声優をやってきて大変だったことを尋ねます。これに対してナムドヒョンは、一生懸命演じた作品が悪い評価を受けた時が大変で、たくさん泣いたこともあったと明かしました。これには桜も、そうですよねと深く共感していました。すると桜の反応を見たスタッフから、桜は悪い評価を受けた時どうしますかという質問が。桜は、悪い評価を受けたとしても、自分の過ちでなければ気にしません。私の過ちであれば改善する努力をするけど、理由もなく悪口を言われる場合は、退屈なのかなって、とその磨き上げられたメンタルが垣間見えるクールな回答。これを聞いたナムドヒョンも、見習うべきマインドだと感心した様子。さらに桜は、
時間は私の味方だと思ってると続け辛い時の最大の解決策は時間だと語りました。人前では常に笑顔でいなければいけないアイドルという職業だからこそ、アンチコメントをものともしないクラマインドが育ったと言えるかもしれませんね。成熟したメンタルを持つ桜ですが、実はアイズワン時代に自身の考え方が大きく変わったということを明かしています。それは2021年、桜が NHK 福岡放送局制作のローカルニュース番組61福岡に出演した際に受けたインタビューでのこと。韓国での生活を通して起きたメンタルの変化について話題になり、桜は今まで謙虚でいないといけないと思っていたので、自信を持つと自分の成長が止まると思っていた。自信を持つことは悪だと考えていたけど、生まれ変わったら誰になりたいという質問で私は憧れの人とか自分ではない人を答えていた。でも韓国のメンバーが生まれ変わっても自分になりたいとはっきり言っているのを見て、自分を愛せることって素敵だなと思ったと心境の変化を語りました。さらに、自己満足と自己肯定の違いに気づけて、自分に自信を持つことは悪いことじゃないって気づけるようになった。今は頑張ったって自分で自分を褒められるようになったと続けました。今の桜があるのは、韓国での初めてのアイドル時代を共に過ごしたアイズワンメンバーたちのおかげでもあるようですね。桜はメンタル面だけでなく、その体型維持に対するストイックさにも定評があります。ルセラフィムとしてデビューした際には、それまでの HKT48 やアイズワン時代のイメージを一新し、細いウエストや引き締まった体に注目が集まりました。ルセラフィムの練習生時代は過酷なトレーニングをこなす日々だったそうで、過去の Weverse ライブでは当時のトレーニングルーティンを紹介していました。その内容は、ジャンピングジャック100回、バーピージャンプ100回など、かなりハードなもの。トレーニングに加えてダンス練習を何時間もこなすわけですから、ファンの想像よりもはるかに過酷な日々を送っていたことがわかります。そして桜はこのようなハードなトレーニングについて、死んでから寝ればいいんですというあまりにもストイックな名言を残しています。並大抵の努力ではアイドルは務まらないということが伝わってきます。完成されたメンタルと理想のスタイルを併せ持つ桜は食べ物にも本気です。昨年2月、怖いもの知らず蔵にアイズワン出身のチエナがゲスト出演。元アイズワン同士トークに花を咲かせました。サウナに入りながら話題は健康に関することへ。桜は健康なものを食べて苦労して長生きするより、美味しいものを食べて早く死んだ方がマシという持論を展開。これにはイェナも共感したようで、2人は熱い握手を交わしました。一見食い意地すごすぎと面白くも聞こえますが、なかなかに深いコメントです。クラマインドにファンの反応は、桜は本当にすごいよ。どの世界にいても成功していただろう。桜がなぜ今もアイドルとして活躍し続けられてるのかがよくわかった。桜は本当頭がいいよ。人生何周目なんてレベルで、一家に一人宮脇さくらが必要だと思ってる。努力は才能ってよく言うけどさくらちゃんは本当にすごいと思う。そして美女よすぎ。さくちゃんマジでかっこいい。アンチ暇人に屈しない姿に勇気もらえる。桜の強さは本当にすごいと思う。辛い時もあるかもしれないけどうちがいっぱい応援するから。可愛くていろんな観点からアイドル力が高い宮脇さんだけど、それに加えて考え方、マインド、努力し成長し続ける姿勢まですごいから、宮脇プロなんだと思う。どの方向にも恐ろしく努力家なんだ。頭も良かったんだ。本当にすごいな。メンタル面やトレーニングに加え、食べ物に関する名言まで残した桜。今後もルセラフィムの名言メーカーとしてファンの心を揺さぶってほしいですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。